ちょっと待ってください。もしかして今、VPN って使ってみたいけど、なんか難しそうとか、そもそもあれって違法じゃないのなんて思ってませんか？海外のドラマとか映画は見たいけど、捕まったりしないよねって心のどこかでブレーキをかけちゃってる。その気持ち、すっごくよくわかりますよ。実は、それこそが日本人の約9割が VPN を使ったことがない最大の理由なんですって。なんとなくグレーな感じがするっていう、その漠然とした不安。今日はそのモヤモヤした思い込みをもう完全にすっきり晴らしに来ました。あなたがこうしてどうしようかなってためらっている、まさにこの瞬間も世界中の人たちはプレミアリーグの全試合とか、海外でしか配信されてないネットフリックスの限定タイトル、それから日本ではまだ公開されてない最新のアニメなんかをもう当たり前のように楽しんでるんですよね。その差って知ってるか知らないか、本当にただそれだけなんです。では早速本題に入っていきましょう。まずは誰もが一番気になってるであろうこの疑問から。 VPN って合法なの？それとも違法なの？法律の話から多くの人が誤解してるグレーゾーンの正体まで、ここで白黒はっきりさせちゃいましょう。はい、結論から言っちゃいます。日本で VPN を伝えることは 100% 合法です。日本の法律には VPN の利用そのものを禁止する条文は一つもありません。世界的に見ても VPN を法律で厳しく禁止してるのって中国とかロシアとかごく一部の権威主義国家だけなんですよね。ここで一番大事なポイントは VPN はあくまで道具だっていうことなんです。例えば包丁って料理に使えばすごく便利な道具ですけど、人を傷つけるために使えば凶器になりますよね。それと全く同じで、問題なのは VPN っていう道具そのものじゃなくて、VPN を使って何をするかっていうその使い方次第なんです。さて、このスライドがいわゆるグレーゾーンの核心部分です。例えば、あなたが海外旅行中、日本で契約してる配信サービスを見たいとしますよね。これ、法律違反じゃありません。犯罪にはならないんです。ただ、サービスの利用規約に触れちゃう可能性は、まあゼロではないかもしれない。でも、心配しすぎないでください。2024年の今、VPN を使ったって理由だけでアカウントを止められたなんていう重大な話は、日本ではほとんど報告されてないんです。リスクは極めて低いっていうのが今のリアルなところですね。合法だって分かったところでちょっと安心しましたかね。じゃあ次に進みましょう。そもそも VPN って一体何なの？そしてなんでそれが必要なのって話です。それは世界中のコンテンツを楽しむためだけじゃなくて、あなたの個人情報を守るための自分専用のインターネットトンネルなんですよ。もともと VPN って大企業とかが安全に会社の外から社内ネットワークにつなぐためのプロ用のセキュリティツールだったんです。でも、ネットフリックスみたいな世界的なストリーミングサービスが出てきたことで、僕ら一般の人にとってもデジタルライフを豊かにする必須ツールへと進化したんですよね。今私たちの周りには地域ブロックっていう目には見えない壁があるんです。これ映画とかドラマの権利を持ってる会社とのすっごく複雑な契約が原因で、この国の IP アドレスからしか見せませんよって制限がかかってる状態なんですね。その結果、例えばアメリカのネットフリックスの作品数って日本の2倍以上あるって言われてるんです。同じ料金を払ってるのに見られるコンテンツの量にこんなに差がある。これがコンテンツ格差ってやつです。そしてこのコンテンツの壁を乗り越えたり、旅先での安全を確保するために VPN を使ってる人って世界にはもう5億人以上もいるんですよ。これってもう一部のマニアとかの話じゃないんです。スマホを持つのが当たり前なように VPN もデジタル時代の当たり前のツールになりつつあるってことですね。じゃあ VPN って何なのを一言で言うと、あなたとインターネットの間に暗号化された安全なトンネルを作る技術です。このトンネルには大きく2つの役割があります。一つはトンネルの出口を好きな国に変えることで、まるでその国にいるかのように見せかけること。もう一つはトンネルの中の通信を全部暗号化して他の人から覗き見られないようにすること。特にカフェとかホテルの無料 Wi-Fi を使うとき、このトンネルがあなたの情報を守る盾になってくれるんです。さて、ここからがめちゃくちゃ大事な話です。VPN を使ってみようって思った時に、絶対に知っておかなきゃいけない一番危険な落とし穴についてお話しします。それが、
無料 VPN の罠です。このスライドよく見てください。なんで無料でサービスが提供できるのか。そのからくりはすごくシンプルです。あなたが商品だからです。無料 VPN はあなたがどのサイトを見たかっていう閲覧履歴とか個人情報を集めて、それを広告会社なんかに売ることでお金を稼いでるんです。プライバシーを守るはずのツールが、実はあなたのプライバシーを切り売りしてるっていうとんでもない話ですよね。しかも、無料 VPN の危険性ってそれだけじゃないんですよ。データが売られるだけじゃなくて、スマホがウイルスに感染するリスクがあったり、通信が遅すぎて動画がカクカクになったり、そもそも見たいサービス側からブロックされてて全然使えなかったり。まさに安物買いの銭次第に寝る可能性がすごく高いんです。こちらのグラフがもうすべてを物語ってますよね。無料 VPN は確かにお金はかかりません。でもあなたの個人情報が危険にさらされるリスクはめちゃくちゃ高い。一方で、信頼できる有料 VPN は月々ワンコイン500円くらいのコストであなたのプライバシーを鉄壁に守ってくれる。この差はあまりにも大きいと思いませんか？じゃあどうすれば安全な VPN を選べるのか。ここからは星の数ほどあるサービスの中から本当に信頼できるものを見極めるための超シンプルな3つのチェックポイントをお伝えします。これさえ押さえておけばまず失敗しません。ポイントはたったこの3つです。まず1つ目、ノーログポリシー。これはあなたの通信記録を一切保存しませんよっていう約束のことです。記録がなければ万が一の時も情報が漏れる心配がない。これがプライバシー保護の絶対条件。2つ目、速度とサーバー数。特に動画を見るならこれは超重要。世界中にたくさんのサーバーがあれば、どこにいても快適な接続が期待できます。そして3つ目、返金保証。最低でも30日間の保証があれば、実際に使ってみて自分の環境に合うかどうか、リスクゼロで試すことができるんです。月額500円って聞くと、ちょっと高いかなって感じるかもしれません。でも考えてみてください。これって映画のチケット1枚のおよそ4分の1の値段なんですよ。そのわずかな投資で1ヶ月間世界中のコンテンツへの扉が開いて、しかも公共 Wi-Fi での安全も手に入る。これほどコストパフォーマンスの高い自己投資ってなかなかないと思いませんか？さあ、いよいよ最後のセクションです。ここまで来ればあなたはもう VPN の基本をマスターしました。あなたのデジタル世界を解き放つための驚くほど簡単な3つのステップをご紹介しますね。設定が難しそうっていう心配はもうここで完全に捨てちゃってください。例えば、海外旅行先のホテルで日本のドラマが見たくなったとしますよね。手順はたったこれだけ。1、スマホに選んだ VPN のアプリをダウンロードする。2、メールアドレスとかでアカウントを作る。3、接続したい国の一覧から日本を選んで接続ボタンをポチッと押す。以上です。本当にコーヒーを一杯入れてる間に終わっちゃいますよ。それでは今日の重要なポイントをサクッとまとめますね。第1に、VPN の利用は日本で完全に合法です。第2に、あなたのデータを売る無料 VPN は絶対に避けること。第3に、信頼できる有料 VPN を選ぶには、さっきの3つのチェックリストを使うこと。第4に、設定は驚くほど簡単だということ。そして、これらを使えば、もうあなたはコンテンツ格差とは無縁になれるということです。インターネットって本来は世界をつなぐために生まれたものなんですよね。でもビジネスとか国の事情によって見えない壁がたくさん作られてる。VPN はその壁を安全に、そして合法的に乗り越えるための橋みたいなものなんです。最後にこの言葉を覚えておいてください。知らないことは存在しないことと同じだ。今日あなたはその橋の存在を知りました。この橋を渡って新しい世界を見るか見ないか、それはあなた次第です。新しい世界を探検する準備はできましたか？この概要欄に今回ご紹介した基準を全部クリアしているおすすめの VPN サービスへのリンクを載せておきました。30日間の返金保証がついているので完全にリスクなく試すことができます。ぜひチェックしてみてくださいね。